ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、まず第一に、親ロシア派が流しているフェイクニュースについてのご紹介。そして、目を覆いたくなるようなロシアの惨状というニュースを、その後皆さんにご紹介しようと思います。戦争が起こるということはそれに伴って、タガが外れてしまう人たちというのがどうしても発生しやすい状況です。今回の動画では、ロシアの内情を見るに、そのような心のタガが外れてしまった人たちというのが野放図になっていることをちょっと感じさせるようなニュースとなっています。それでは早速、まずはロシア側が流しているフェイクニュースのご紹介。まずはフェイクニュースのご紹介。NATO 地下本部にキンジャール極超音速ミサイル命中。数十人の外国人将校が死亡。プロニュースは3月初旬にロシア空軍が行ったキンジャール極超音速ミサイルの攻撃の詳細を共有した。NATO 通信センターへの攻撃で数十人の外国人将校が死亡した。NATO の通信センターは地下130メートルの深さにありました。本部は NATO の役人によって使用され、300人以上を収容することができた。攻撃の後、40人の死体が浮上したと言われている。残りはおそらく瓦礫の下で見つかることはない。起こったことは西側の軍人にとって初めての目に見える損失であった。彼らのほとんどはイギリス人とポーランド人です。しかし、専門家の階級には通信とデータ転送の維持を担当するアメリカ人と民間企業の従業員もいた。そしてこちらの写真が NATO の地下本部が攻撃されたことによってどのようなことになったか惨状を伝える写真として公開されたものです。しかし、最初にも言いましたが、これはフェイクニュースです。なぜそのようなことがすぐに分かったかといえば、現代においては画像検索ができます。一般的に検索をしようと思った場合においては、何か自分の調べたいものを文章として入力することが多いですが、写真を元にして、この写真は何の写真かといったことを検索する手法もあるのです。その結果として浮かび上がったのが、これはウクライナの写真ではなく、シリアの過去に起こった出来事の写真だということです。2021年、シリアの北部、アレッポの町、そこから東部のアルハムラン村の郊外に燃料市場がありました。この燃料市場に対する攻撃によって大火災が発生し、その時の空撮した映像というのが、今回ウクライナの地下に対する攻撃の写真として使用されたものです。地下施設が吹っ飛んだというような紹介をされていたわけですが、この映像を見てもわかるように燃えているのはタンクローリーなどの燃料輸送車ばかりで、地下に大爆発が起こった様子など一つもありません。被害状況だとした写真はあくまでも静止画に留められています。元々の映像を流せば、すぐに地下施設の爆発ではないということが分かってしまうからです。消火活動が行われていますが、この消防車に書かれている文字もウクライナ語でもなくロシア語でもなくアラビア語です。そしてフェイクニュースの中身も様々な嘘というものが紛れ込んでいます。例えば地下施設を破壊したと言っているわけですが、用いられているミサイルは地下施設破壊用のミサイルではありません。キンジャールを撃ち込んだとしても地表が削れることはあるのですが、地下深くまで潜り込んでいくことはありません。しかもそもそも論として NATO の施設は NATO 加盟国、現在であればポーランドにあればまだ話はわかるのですが、それをわざわざウクライナ領内に作る必要など一切ありません。現在ウクライナは NATO 非加盟国です。このような様々な間違いを元にして話を作り上げているわけですが、これはあくまでもすぐにバレたとしても全く彼らは気にしていないという事情があります。なぜならばこれはあくまでもロシア国内の情弱向けの話だからです。ロシア国内向けの作られた話というのは、ウクライナ軍は去年の夏頃にはもう全滅して、今ウクライナにいるのは NATO 軍。しかし NATO 軍なんだけど彼らはウクライナ軍の軍服を着ているだけで真実は隠されている。この話を聞いたあなたは世界の真実をようやく耳にすることができるのだといったような話がされているわけです。ですからウクライナ領内に NATO 軍の施設があるなどという全くの突拍子もない話が出現するわけです。そしてこれらの人々は情弱ですから、これが被害の写真だと見せられたら、おおそうなんだとすっかり騙されてしまうわけです。ただしここで問題なのは、これがロシア国内向けのプロパガンダというのが分かった上で、日本の親ロシア派の人たちは、おおそうなんだ、これが世界の真実なんだ、教えてくれてありがとうという人たちも、これもまた結構な数いるというのも、これまた非常に大きな問題です。
さて、続いてはロシアの問題を取り上げていきましょう。帰郷者ワグネルの戦闘員、殺人容疑で逮捕、戻って数日後。殺人罪で服役中に出所を許されて、民間軍事会社ワグネルに加わり、ウクライナでの戦闘に参加していた男が、故郷に戻って数日後、高齢女性を殺害した疑いで逮捕されたことが分かった。イワン・ロソマキン容疑者は、犯罪を繰り返した末、2020年に殺人罪で禁錮10年の判決を受けた。ワグネルで戦闘に従事する契約を結び、昨年釈放されたという。ロソマキン容疑者が、ワグネルの一員としてウクライナに滞在した期間は不明だが、通常の契約期間は6ヶ月となる。その後、容疑者はロシア西部、キーロフ州にある故郷に戻った。現地の証言によると、帰郷したほぼ直後から問題が発生。容疑者は複数回にわたって脅迫を繰り返した。先月27日には、地域住民の集会が開かれ、その模様を地元のテレビ局が撮影していた。住民の一人は、熊手や斧、刃物を手にしたロソマキン容疑者が皆殺しにしてやると脅す様子を見たと語った。地元警察は集会で、ロソマキン容疑者がトラブルメーカーであることは知られており、対処中だと説明。しかし、対応は間に合わず、地元の高齢女性が殺害される結果になった。ロソマキン容疑者は殺人の疑いで逮捕されたが、正式訴追には至っていない。このような囚人兵どのくらいの人数なのかは、ワグネルの頭目ブリゴジン氏が告白しています。ワグネル、ウクライナ戦闘参加の元囚人5000人超を契約満了で釈放。ロシア民間軍事会社ワグネルの創始者、ブリゴジン氏は、ウクライナで戦闘を行う同社との契約を満了した犯罪者5000人超が釈放されたと明らかにした。ワグネルは、ウクライナの最も危険な地域で戦闘に参加すれば、釈放するという条件で服役中だった男性数千人を雇用していた。プリゴジン氏はテレグラムへの音声投稿で、現時点でワグネルとの契約を満了した5000人超が御社で釈放されたとした上で、契約終了後の再犯率は 0.31% と通常の10から20分の1にとどまっていると述べた。なんだそれはワグネルという傭兵会社の話じゃないかと思われる方には、ロシアの正規軍で何が起こっているかについても問題をご紹介しましょう。上官の性奴隷になるよう強要。ロシア女性兵士たちの地獄を機関兵が告発。ウクライナに侵攻しているロシア軍の幹部らが女性衛生兵に対して自身の性奴隷や現地妻になるよう強要している。ロシア軍の元女性兵が自らの経験を踏まえてそう告発した。ロシア軍の元兵士のマルガリータさんは、ラジオフリーヨーロッパ、ラジオリバティが公開したインタビューで、戦地妻や性奴隷になることを拒否した女性衛生兵は、幹部から悲惨な虐待を受けることになるとも明かした。ロシア軍に11年間勤務した後、2017年に退役したマルガリータさんは、子供を養うために、ウクライナでの戦争の衛生兵に志願したという。訓練のため送られた、ロシア西部の基地で戦車小隊を指揮する大佐から戦地妻になるよう求められ、性的な誘いを受けたが、マルガリータさんは拒否した。大佐は部隊がウクライナの戦闘地域に配備された後も、マルガリータさんを誘い続けた。その後、部下に命じてマルガリータさんを夜に地べたで寝かせたり、戦闘地域へ送り込んだりと、彼女を厳しい環境に追いやったという。大佐と性的関係を持つことに同意するよう、彼らは私を壊そうとした。しかし、私は切り抜け、そうとわかると、彼は私を砲兵隊に送るよう命じた。危険区域最前線だ。私がそこで死ぬと思ったのだろう、とマルガリータさんは述べた。マルガリータさんは、軍で受けた心的外傷に対処するため、2ヶ月間リハビリに励み、現在も抗うつ剤を服用している。マルガリータさんによれば、医療部隊の中で性奴隷になるよう圧力を受けた女性兵は他にも6人いるという。ある将校が酔った勢いで戦地妻を銃で撃つのを目撃したこともあり、その女性には後遺症が残ったという。また、アリーナという女性兵は複数の将校の相手をさせられ、部隊に戻ることはなかった。最後に、ウクライナの戦況に影響を与える情報が入ってきたので、付け加えておきます。ウクライナ東部においてかなりの量の雪が降ったというのです。ご覧のように塹壕の半分ほどは雪で埋まってしまうほどの量です。時間を稼ぎたいウクライナにとってこの雪は役に立ちます。何しろ攻めかかろうとするロシア軍の歩兵にしてみれば、こんな雪の中を前に進もうとすれば非常に目立ってしまいますし、足も取られます。ですから、ウクライナ軍の陣地に近づくことすら
困難になるでしょう。さらには戦車や歩兵戦闘車を前に出そうとしても、これだけの雪が降っているということは地面がかなりドロドロになってしまいますから、これもまたやはり攻めかかるには難しい状況です。ただ、ウクライナ軍が反攻作戦を始動させようと思った場合においては、このような雪がたっぷり積もってしまうというのはちょっと作戦を延期させるような情報でもあります。4月中旬まで欧米からの兵器や弾薬類の輸送なども活発に行われているということですから、少しぐらい遅くなったとしても、今はちょうど良いのかもしれません。この動画ではまず冒頭にロシア側のフェイクニュースについての話をしましたが、その後ご紹介したニュースは私はフェイクニュースだとは思っていません。例えば、元囚人の人たちが戦場にいて無罪放免になって帰ってきたら早速殺人を犯したというニュースなどは別に西側が作ったニュースではなくロシア側で流れているニュースだからです。そして、ワグネルの頭目のプリゴジン氏が言っているように、再犯率は低いと言いつつ、再犯率は別にゼロではないわけです。しかも、まだ無罪放免になって国へ帰った人は、帰国してから日が浅いにもかかわらずです。もともとワグネルの誘いに乗った人たちというのは、これからも刑務所に10年とか20年とかいなければならない。それだったらいっそのこと、高い給料も出してくれるし、刑務所でこれ以上閉じ込められることもない。それだったら、もしかしたら生き残れるかもしれないという騙された人たちです。騙されたといっても5000人の人たちが生き残ったというのであれば、5万人程度集めて4万5000人が死んで5000人が残った。そのぐらいの率であれば実際そうかもしれません。しかし、プリゴジン氏が5000人生き残ったといった話をしているわけですが、実際に5000人生き残ったかどうかというのも確認のしようがありません。実際には500人しか生き残って無罪放免になっていないんだけれども、一桁数値を増やしたとしても、それを調べる手段というのが私たちにはありません。ですから、実際にはほとんどの囚人が戦場で使い捨てにされて死んだんだけれども、こんなにもたくさん生き残ったんだぞと古代広告をしている可能性があります。なお、ワグネルはバフムト攻勢において、ほとんどの囚人兵が何らかの形で死傷したと言われていますから、今新たな募集をかけているところです。ロシア国内においては死傷者が大量に出ているといった話などは一切しない上で、とても誇らしい行為としてロシアの役に立てるんだといったような英雄的な活動ができるといったことを前面に出して、しかもさらに高い給料が出ますよという話をして、お金に困っている人やプロパガンダに騙されてウクライナに対して血に飢えた人たちを引きつけようとしているわけです。そして最後にご紹介した記事についてなのですが、元々の話として思い出してほしいのは、ロシアは世界に名だたる不正大国だということです。例えば戦争が始まる前においてロシアは世界有数の軍事予算を持って軍事大国として知られている国でした。しかしそれと同時に上から下までみんな腐りきっていて、軍に対しは大金を投じていたのですが、軍人たちがそのお金を懐に入れていて、そのために現場にはなかなかお金が降りてこないという問題が発生していました。その結果として何が起こったかといえば、現場においては全くもって装備が更新されていなかったという問題があります。例えば去年2022年においてロシア軍はありとあらゆるところから攻めかかったわけですが、彼らに対する戦闘糧食はひどいものでした。保管期限が10年以上切れたような、腐りきったような、とてもじゃないが人間の食べるようなものではない戦闘糧食が配られたり、怪我をしたからすぐにでも止血しなければと思って救急キットを開いてみたら、もう中はカビだらけで腐りきっていたなどといったものなど、様々細かなところでお金が抜き取られていた証拠としておかしなことが次々と発覚しました。そしてそのような規律がとてもじゃないが守れない軍隊といったものが起こしたのが、一般市民に対する虐殺であったり、女性に対する暴行や一般家庭に押し入っての略奪の限りといった問題だったわけです。そのような軍隊ですから、自分たちが女性兵たちに対して横暴の限りを尽くしたとしても、上からも何も言われないとなれば、そのような行為に走ってしまうというのもロシア軍としては十分あり得ることです。腐った組織らしいようなひどいニュースだと私は思いました。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。
チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったらあなたの感想、コメント、そして SNS のカウントを持っている人はぜひとも拡散のほどもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。まったねー。